はい、皆さんこんにちは。暑い夏も終わり、秋めいてきましたね。この時期は涼しくなって移動もしやすくなり、旅行やドローンを上げるのにも最高の季節です。ただ、最近ドローンを購入された方はどこで飛ばしたらいいのかと悩まれている方も多いかと思います。ということで今日は、ドローンを買ったけど、なかなか飛ばすまでの手続きが億劫だなという方に、便利なサービスをご紹介したいと思います。動画の最後では私のおすすめの撮影スポットもご紹介しておりますので、ドローンの購入を検討している方、購入したばかりで飛ばす場所に悩まれている方には役立つ動画になっているかと思います。最後までぜひご覧ください。それではやっていきましょう。どうぞ。以前の動画でも航空法やドローンを飛ばすまでの各種申請についてご紹介しましたが、実際に飛ばすまでの手続きや関係各所への連絡ってとっても大変だったりしますよね。今日はこの手続きがとても簡単になるサービスをご紹介したいと思います。はい、ということで本日ご紹介するのがこちらフライヤーズというサービスです。現在検証期間中のためなんと無料で利用ができるんですよね。大体私が撮影の許可を取るときには大抵半日から2日ぐらいの時間を要していますけれども、それを考えるととってもありがたいサービスです。こちらがフライヤーズのトップページです。ご覧の通りとてもシンプルなデザインで作られており、使いやすいデザインのページになっているかと思います。そしてまずサービスをご紹介する前に航空法、飛行申請のおさらいが必要かと思いますので、再度こちらで解説していきますね。こちらはですね、国交省無人航空機の飛行ルールより抜粋した国交省への許可が必要な飛行エリアになります。ドローンの安全は国交省が管轄しており、上記4つのエリアをですね飛行する場合は飛行申請を行い国土交通大臣の許可が必要になります。つまりこのエリアで飛行させるのにはリップスでの飛行申請を行わなければいけないですから、手続きが面倒だなということになります。またこちらは飛行空域を問わず準ずる必要があるルール、こちらも合わせて確認をしていきましょう。まず当たり前ですがドローンを飛ばす前に飲酒はいけません。車の運転と同じですね。また危険な飛行ももちろん禁止となります。続いて夜間での飛行、目視外飛行、人、物、建造物などから30メーター以上離すこと、催し場所での飛行、危険物輸送や物件投下、こちらを行う場合には国交省への飛行申請が必要となります。じゃあ先ほどの4つのエリア以外でルールを遵守して飛ばせばいいんだというふうに思った方もいるかと思います。はい、先ほどの申請が必要でないエリアで、このルールをしっかりと守るのであれば国交省への申請は不要となります。ただご自身の土地でないところでドローンを飛ばす場合にはご注意ください。第三者の土地でドローンを飛ばす際には土地管理者の許可を取ることが必要となります。こちらのスライドはですね、私がこれまで行ってきた管理者の方への連絡、警察への連絡の流れと所要時間をまとめてきました。慣れてくると時間は短縮することができるんですけれども、それでも結構な時間がかかるんですよね。そして土地管理者の方への連絡っていうのはもちろん第三者の土地の上空を飛ばすので、これは必要になるっていうのは皆さんなんとなくイメージできるかなと思うんですが、警察に連絡する必要性はあるのかというふうに思われた方もいるかと思います。一般的に道路交通法、小型無人機飛行禁止法に抵触する場合以外は特に警察の許可は必要ありません。ただそのような場合でなくても事前に連絡を入れておけば万が一通報があった時には連絡を入れているか入れていないかで面倒なトラブルに巻き込まれることなく飛ばすことができるというのも想像がつくかと思います。
ということで、なんとなくイメージができてきたかと思いますが、フライヤーズのサービスがなぜ便利なのかをここからはお伝えしていきます。通常自分で確認と手続きをする場合は、先ほどお伝えした通り、複数の手続きが必要になるんですね。土地管理者を調べて、連絡して、その後申請書を作成して、その後警察への連絡など、以前の動画でも許可取りの様子をご紹介したように、という、旅館組合の組合長の方が、いらっしゃるというふうに伺ったんですが、こちらでお間違いなかったでしょうか。これはかなりの手間がかかります。ただフライヤーズはこの部分の工程を全て代行してくれるという、もっと気軽にドローンを飛ばしたいという方には、これ以上のサービスはないんじゃないかなというふうに思います。それではここからはフライヤーズのトップページから、まずはフライヤーズでの飛行申請の全体的な使い方の流れをご紹介していきます。まず一番最初にするのはですね、フライトスポットを決めて利用手続きをして、その後手続きが完了したら飛ばすという流れですね。続いてここからはフライトスポットの探し方をご紹介していきます。各地の素晴らしい景色がトップページに表示されていますので、この中から選ぶのもいいですし、上部のエリアから探していくことも可能です。今回は関東エリアから探していきましょう。このようにカーソルを動かして、東北関東エリアを選んでいきます。エリアを選択するとこのようにですね、日本地図が表示され、地図上にピンが立っています。青いピンが飛行可能エリア、赤いピンが飛行不可のエリアですね。では千葉県のそうですね。じゃあ、銚子の方を見ていきましょう。ここは長崎鼻、非常に綺麗なところですね。あとは屏風ヶ浦。こちら有名なスポットかと思いますが、では今回はこちらも有名な犬吠埼灯台。こちらの申請をしていきたいと思います。写真をクリックすると、このように、利用手続きの画面に入りまして、利用予定日と予定日時を入力できる場所が出てきます。その下に駐車場やトイレの有無、日の出と日没の時間が表示されているのもいいですね。マジックアワーを狙っていくっていうこともできます。そして一番下には赤文字で、注意事項が記載されています。しっかりと読んでですね、現地の撮影にあたって、注意するポイントをですね、しっかり確認していきましょう。その下には実際に撮影した方の写真が表示されていて、撮影場所のイメージが非常にしやすいですね。そしてこの飛行ガイドラインでは、冒頭でご説明した飛行申請が必要なケースや禁止されていることが記載されていますので、確認をしっかりしておきましょう。飛行させる場所、その他注意点なども記載されていて、とても分かりやすいかと思います。はい、それでは早速申請を行ってみましょう。まず日時を入力して、時間を決めまして、利用手続きを始めるのボタンを押していきます。はい、マジックアワーをちょっと狙ってですね。で、時間を決めて、利用手続きを始めるのボタンを押していきます。するとこのような画面になりますので、利用の目的と使用する機体を選択していきましょう。今回は空撮のため、そして、DJI の、ミニ3 Pro を選んでいきます。続けるを押したらチェックボタンが2つ出てきますので、必要な書類の提出があれば応じますという、場所と、あと、損害賠償保険に加入していますの欄を確認して、この内容で手続きをするをクリックしていきましょう。これで必要な手続きは完了です。あとは結果を待ちましょう。ちなみに飛行ができるまでの所要時間なんですけれども、地域によっては最短3営業日で許可の取得ができるところもありますので、週末に旅行の計画をして翌週にドローンを飛ばすということもできるっていうのも最高ですね。はい、このフライヤーズのいいところは、飛行可能エリアが掲載されているだけでなくて、離着陸エリアやトイレ、あと駐車場なども合わせてマップ上に掲載されている点です。実はドローンの飛行許可を取るときに結構悩ませるのがこの離着陸場所を決めることなんですよね。これは本来道路交通法で路肩であるとか、あと道路上でドローンの離着陸を行う場合は
ドローンにおいて工事もしくは作業しようとするものというものに該当するため、道路使用許可申請書を提出しなければいけません。車両の進行に影響を及ぼすような低空飛行の場合も同様に許可申請書の提出が必要となります。この点においても適切な場所があらかじめ設定されており、面倒な手続きが一切不要で飛行に集中できるっていうのもめちゃくちゃ便利だなというふうに思います。手続きが完了するとこのような飛行確認証明書が発行されます。当日現地でドローンを飛行させている際、第三者に確認を求められた場合などにご利用ください。書面には管理者の名前であるとか、あと管轄警察署の名称が表示されています。さて、賠償責任についてですが、最近 DJI のドローンを買われた方であれば1年間の無償付帯賠償責任保険がついているので、こちらを利用されるといいかと思います。すでに登録してから1年以上経っている場合は別途申し込む必要がありますが、その場合はこちらでなくてもソラパスなどのですね、低料金で入れる保険などもありますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに無償付帯賠償責任保険の対象製品はこのようになっています。アカウント登録だけ必要になりますので、この点はお忘れなくやってみてください。はい、ということでここまで手続きの方法をご紹介していきましたが、最後にいくつか私のおすすめスポットをご紹介していきましょう。一つ目はですね、こちら堂ヶ島瀬浜海岸です。中部エリアですね。この場所はアニメゆるキャンにも紹介された西伊豆の引き潮で道ができるというですね、珍しいトンボロ現象が現れる場所になります。西伊豆は夕日がとても綺麗な場所ですから、日没前に撮影するのがおすすめですかね。今なら最短6営業日で申請ができるようです。2つ目のおすすめスポットは栃木県中禅寺湖展望台です。このエリアはですね、今年の2月に雪化粧を取りに行きましたが、男体山の雄大さが本当に最高でした。最後の3つ目のおすすめスポットは千葉県の犬吠埼灯台です。ここは実際に空撮を行ったことがあるわけではないんですが、旅行で何度か訪れたことがあり、千葉からも非常に近いので、次に撮影するのにはいい場所だなと思っているところです。はい、ということで本日はとにかく簡単にドローンを飛ばす手続きのできるフライヤーズをご紹介してきました。ドローンを買っても飛ばせる場所は少ないでしょとか、手続き面倒だなと思っている方はぜひ一度使ってみてください。ということで本日も最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルでは引き続き皆さんにドローンの魅力と楽しさを知っていただくために空撮旅行、プロダクト、あとサービスなどをですねご紹介していきます。最近では先日行ってきた佐渡旅の様子をまとめたハイライト動画をお送りしていますので、合わせてぜひご覧になってみてください。今日ご紹介した内容を非常に役に立ったなというふうに思った方はぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。そして皆さんからのご質問やコメントもいつもとても楽しく拝見しています。これってどうなのとか気になったことなどありましたらぜひお気軽にコメント欄までお寄せください。ということで、本日もハーミットクラブライフをご覧いただきましてありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。